皆様こんにちは。ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今日は2024年1月31日水曜日です。昨日、病院の方に行って血液検査をしてきましたので、その報告と、その際に先生に伺ったこと、あるいは今の私の現状などを今回はお話ししてみたいと思います。よろしくお願いします。早速ですが、昨日、病院にて血液検査をしてきました。というのも、1回目の抗がん剤が1月16日にありまして、それから約2週間後ですねにあたるところで1回血液検査をして、その状態を見て2回目を決めるということなんです。で、ですね、これ、16日の日に1回目の抗がん剤治療を受ける直前の血液検査のデータと、昨日、血液検査をした結果こちらにあるんですけれども、この状態を見て先生の方から、これだったら、2回目も予定通りできるかなというふうに言われて、ほっと安心しました。2回目は来週2月の6日火曜日になります。また、その後の状態はまた別の動画でお知らせしたいと思います。で、今回ですね、昨日行った時に、先生の方に、食事のことを聞いてみました。というのも、前回の動画で、リフレッシュした旅の動画を出したんですけれども、その際に私が海鮮丼を食べていて、生もの食べて大丈夫ですかというご心配のコメントをたくさんいただいたんですね。なんで先生に伺ってみました。私の場合は先生が「直美さんの場合は大丈夫だよ」今のところ大丈夫で、免疫力が極端に下がってしまっていたり、あるいは、入院治療をするような場合とかは生ものを、控えてくださいというお話をすることもあるらしいです。私の場合は今先生がこの血液検査のデータですねを見る限り、生ものとか生野菜とかそういうのを食べても今のところ大丈夫でしょうということでした。ただこれから先ですね、抗がん剤治療を回数を重ねていった時に、回復力ですね、体の中の回復力が遅れてきた場合は、少し控えましょうかという話をすることもあるかもしれませんと言われています。なので今のところ食べても大丈夫のようです。で、前回海鮮丼を食べた後も全く私的には問題ありませんでしたので、ご心配いただいた皆様ありがとうございます。今のところ大丈夫ですということです。そして今の私の現状を少しお話ししてみたいと思います。退院後ですね、術後、手術をして退院した後、腹帯というのを買ったんですけれども、その腹帯はやはり術後は傷のこともありましたし、ベッドに寝る際にもこうベッドを起こして、そしてそれに頼って寝る、また起き上がる時もベッドを起こしてもらって起き上がるというような形で、腹筋をなかなか使えていなかったんですけれども、抗がん剤をやるようになった頃ですね、1月16日前後にはもう自分でベッドから、起き上がることができたり、自由に寝たり起きたりできるようになって、介助もいらなくなったので今は腹帯はしていませんということです。あとは弾性ソックスですね。これは今でも、起きている時には履いています。それと一緒に、入浴した後は、リンパマッサージを必ずしています。年末までは夫の力を借りてしていましたが、年明けてからは自分でできるようになってきましたので欠かさずやっています。ということで足のむくみ、浮腫は今のところ全くありませんという感じですね。それと一緒にですね、トレーニングももちろんしています。で、以前紹介しましたように外に行くことはちょっと難しいかなまだと思っていますし、杖もついてますのでそうなんですが、トレッドミルにて、毎日ウォーキングをしています。で、最初の頃は30分だったんですけれども、ここのところとても調子が良いので1時間歩いています。
という感じですね。それから、あとは何だろうな、皆さんが一番気になっているっていうのは脱毛かもしれませんけれども、この今の私の映像を見て脱毛してるって分かりますか？これ今まだ私髪の毛自分のなんですけれども、以前の動画から比べると頭が、トップのあたりがペションとしてる感じって見て取れるでしょうか？だいぶ。で、毎日髪の毛をゴシゴシ洗ってドライヤーでガーッと乾かしてってやっていくと、あの夫が言うには排水口に、毛が溜まっているのがいつもよりだんだん日増しに多くなっているぞって言われたんですね。で確かに見てもそうなんですけれども、一箇所でゴソッと抜けていないので見た目にはどうでしょう、あんまりわからないかもしれないんですけれども、これをこうやってこうした時に12本こう抜けてきてる。引っ張ってないですよ、今引っ張ってないですけど、このぐらい抜けるっていう感じなんですね。通常でしたらそこまでは抜けないんですけれども、こう頭の中に手を入れてこうやると必ず毛がついてくるという感じになります。なんでまんべんなく抜けているので見た目にはあまりわからないかもしれませんけれども、もうだいぶ抜き始めています。で、脱毛っていうと髪の毛だけのイメージがありますけれども、眉毛とかまつげとか鼻毛とか体全部が抜き始めています。なのでこれからどうなるのかなというところはありますけれども、頭皮の場合は私外に出る時は帽子をかぶろうかなと思っていましたし、あれなんですけど眉毛とかっていうのはやっぱり描かないとダメですよね。それでお友達からコメントでですね、こんなのあるよって言って教えていただいたもの、便利グッズも、購入してみました。で、これに関しては、また実際使った時に、お知らせしたいな、詳しいことをお知らせしたいなと思います。こんな感じですね。ただ、来週の火曜日の、2回目の抗がん剤前にもう一回リフレッシュしたいことがあって、この週末出かける予定になっています。今度の、出かけるのはイベントに出かけます。週末に行われる予定になっています、ジャパンキャンピングカーショー2024というのがあります。これは千葉県の幕張にて行います。で、これに行きたいなと思っています。現在私はキャンピングカーを持っていますけれども、新しいモデルの、2024年モデルの各社、キャンピングカーが一堂に集まる大イベントなんですね。でキャンピングカーを見たいということもそうなんですけれども、そのイベントに合わせて全国からお友達が集合してきます。なので、その時にしかなかなか地方のお友達には会えないので、そのお友達に会ってリフレッシュできるなと思って、それを毎年毎年楽しみにしているイベントなので行ってみたいと思います。ただちょうどこの週末あたりがドカッと抜けるかもしれない予報が出ているので、お友達が大体そのぐらいにドカッと抜けたよって言われているので、もしかしたら私も抜けてしまうかもしれませんので、帽子をかぶっていきたいんですけど、この不織布をかぶった後帽子をかぶるとちょっとゴワゴワするんですね。なんでちょっといい案を思いつきました。これはテレビのニュースで若い人がマフラーを使って上手にアレンジしていたものなんですけれども、それがこちらになります。いかがですか？このマフラーの巻き方、バラクラバ巻きというそうです。後ろはこのような形になっています。でこのマフラーの巻き方ですと、首元も耳も頭も温かいですね。で、帽子と違ってふわっとしているので、この不織布の、キャップをかぶった状態でも圧迫感がないので
いいかなというふうに思っています。普通の方でも防寒対策として巻かれている方法ですので、暖かいですという感じです。このマフラーをして、この週末最後のリフレッシュに行っていきたいと思います。当日ジャパンキャンピングカーショーに行かれる予定になっている方いらっしゃいましたら、お会いできるのを楽しみにいたしております。この巻き方はこの動画の最後に付録として載せたいと思いますので、もし、興味がある方は最後の最後までご覧くださいという感じですね。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。次回の動画は週末のイベントで楽しんでリフレッシュしている動画になると思います。また次の動画でお会いできることを楽しみにいたしております。ありがとうございます。それではバラクラバ巻き簡単にできるので紹介してみたいと思います。長さ的にはちょっと長めのもので、頭の方にこうかぶしていくので幅広のストール系の方がいいかもしれません。ではいきます。ちょうど真ん中あたりを持って首にかけます。そして後ろで交差します。こんな感じですね。で、先を上から通します。先を上から通します。で、この状態ですね。で、持ち上げる方はこの2枚あると思うんですけど、内側、頭に近い内側のものを上に引っ張っていきます。よいしょ。こんな感じですね。で、お好きなところまで引っ張っていただいて、で、この両端を少し下の方に締めていきます。そうすると後ろの方も締まった状態で、帽子の状態が保てます。いかがでしょうか。あとは、ちょっと手直ししたりとかですね、いいかもしれません。こんな感じです。以上です。